皆さんこんにちは。Over 40s ギターです。Hey everyone, this is Terry with Over 40s Guitar. This is the episode 2 of my second DIY classical guitar making. In case you do not understand me speaking in Japanese, I've made English closed caption available on YouTube. So please turn it on from YouTube option and enjoy this video. Thank you. というわけでですね、前回エピソード1の続きをやりたいんですけれども、要するに根っこを作っていくわけですが、それをする前に、これですね、この両端、このサイド、これが次の工程に入る前にちゃんと真っ平らじゃないといけなくて、実はあんま真っ平らじゃなさそうなんです。ちょっと分かるかも分かんないですけど、若干傾いているので、こいつを、まずその前にまっすぐにするところから始めたいと思います。それではやっていきましょう。このサイドを真っ平らにするにはシューティングボードというのを使います。そんな大したものじゃなくて、適当に木を組み合わせて作ったものなんですけれども、要するにこう木をここに持ってると、ここでストップ、こんな感じに木が当たります。こっち方向にもこっち方向にもいかないし、こっち方向にもいかないようになってます。要するにここがですね、ちょびっと出てるんですね。でこいつでカンナ掛けをこう横にカンナを向けて、カンナ掛けした時に木が動かないようにするだけの話です。というわけでこのシューティングボードを使って、横をまっすぐにしていきたいと思います。これは結構ですね、気をつけないと動くんで、ここコツがいるんですよね。まだまだうまくできないんですけど、こんな感じでやっていきます。今ちょっと斜めになっちゃいました。なんかね、この辺パスするときに木が浮いちゃうんですよね。これなんかここを押さえた方がいいのかな。ちょっと工夫してみましょう。例えばこいつ、こいつで全体を押さえてみる。全然いいですね、こっちの方が。いい感じです。削りかすもとてもいい感じ。この面は多分良さそうなんで、次裏の面にします。押さえて、もうちょいやります。OK、ちょっと見てみましょう。ちょっとこのストレートエッジを使って見てみましょう。良さそうな感じ
ではあるかな。あとは問題はこれがちゃんと90度になってるかですよね。これをだいぶいいっていうかいい、完璧。いやー、やっぱあれですね、カンナ掛けは難しいですね。始めた頃に比べればだいぶ上手くなったと思うんですけど、カンナ掛けまだまだ職人のレベルには全然達してないですね。というわけで、一応まっすぐなってるっぽいんですけど、一応確認のためにヤスリで、仕上げをしようと思います。こうやって巻きにして、でヤスリを使って、実はこの黒いやつの裏に紙ヤスリを貼ってあってですね、この真っ平らな、部分を使ってヤスリで削ろうと思います。原理は一緒ですね。最初からこれだけでいいんじゃないかっていう話もあるんですけど、これだけだとやっぱり結構大変なんですよね、削る量がね。なので最初にカンナでラフにほぼほぼ削っておいて、最後に仕上げで、ヤスリがけするっていうのがいいかもしれないです。こういうストレートエッジを使って。10パスやってみて、まあですかね。でもこっちの方はまっすぐに見えていて、上の方が残ってるので、わかるかな。下の方が高かったってことなんですよね。ちょっと出てたってこと。なのでこれで真っ平らに今修正されつつあるというところだと思います。もうちょっとやります。アコギを作り始めた頃はヤスリだけで全部やってたんですよ。めちゃめちゃ大変でしたね。その頃はバンドソーとかもう全然ツールも持ってなかったんで、切るのも手動でノコギリ使ったりとか、ものすごく大変でした。でもそういうなんかこうツールを使いこなす能力って多分大事なんでしょうね。機械を使うようになったとはいえ。もうちょいですかね、ここはね。OK です。若干残ってますけど、これぐらい大丈夫でしょう。はい、というわけで、横の角度をまっすぐにする、90度にするという作業が終わったので、次の工程に入りたいと思います。息切れしてる。一応ですね、この角度がだいたい13度ぐらいから15度ぐらいがいいと言われてます。なので僕は今回14度にしようかなと思ってます。じゃあ問題はですね、14度どっから切ればいいのよと、そこですよね、問題はね。ここの長さが、ちょっと測ってみましょうか。よいしょ。180ミリ、18センチですね。ここを18センチにするためには、この元の木のどこをカットしてくっつければ18センチになるのかって話ですよね。多分18だとギリギリなんで、余裕を見て20センチぐらいのこの斜めのヘッドを作りたいとしたときに、じゃあどうやったらそれができるのかというのを、まずは実際に切る前にちょっと数学をやってみたいと思います。はい、というわけでネックの、切る箇所を実際に絵で描いて計算してみたいと思います。そしたらこれが元の木だとしましょう。で要は、どっかからどっかまでを切って、14度の角度で切って、こことここ、これが14度ですね。はい、で
この部分がひっくり返って、これがひっくり返ります。ひっくり返って裏につけると、よいしょ、こんな感じかな。こんな感じに、ここが14度のストレート、これまっすぐに見えないかな、まっすぐな線でこうつながるはずです。で今、こっからここまで、要するにネックのヘッドの先から先まで、このナットのところからヘッドの先までが20センチにしたいっていう話でしたよね。200ミリ余裕を持って、本当は180ミリですけど、一応余裕を持って200ミリ20センチにしたいと分かっているので、こっから要するにこっからここまでが200ミリです。ここまでが分かった。あとは木の厚さが今20ミリと分かってます。で、何を求めたいかというと、ここどこからどこまでを結んで切ればいいかっていう話なので、じゃあちょっと色変えて、ここを A、ここをどうしようかな、この斜めを B にしようかな。ここからここまでを B で、ここからここまでを C としましょう。今最終的に求めたいのはこの A と C ですね。 A から C、 A プラス C がなんぼなの、ここがどんだけなのって話なので、最終的に求めたいのは A プラス C です。今のところわからない。で、分かりそうなのといえばなんだ、C か。まず C は分かりますね。14度って分かってるんで、タンジェント14度が C 分の20ミリになるはず。ちょっとこれ黒の方がいいかな。タンジェント14度が C 分の20ミリということが分かってるんで、じゃあ C は今度タンジェント14度分の、20という話ですよね。じゃあこのタンジェント14がいくつなのかっていうのが、よいしょ、素晴らしい文明の利器があるので、14のタンジェント 0.249 だと、なので20、これを割る20にして、で逆数を取れば逆数、はい、というわけで C が出ました。 C はだいたい 80.2 ミリだと。じゃあ次に求めたいのは A ですね。で A を求めるためには、何が分かってるかっていうと、今したいのが A から A たす B が200ミリっていうのが分かってますよね。なのでここ書いておきます。 A たす B200 ミリだと。でも A はすぐには分かりそうないので、まず B を求めましょう。 B はさっきと同じような理屈で求めることができます。B はここなんで、なんだ、サイン、コサイン、タンジェントですね。だからサインか。サイン、14度が、B 分の20だと。つまり、B は、サイン14分の、20というのが分かったので、じゃあまた計算機。サイン14度、サイン14、サイン、割る20ワット。これの逆数ですよね。よいしょ。というわけで 82.67。82.7 にしようか。ということが分かりました。じゃあこれを使えば A 足す B は200
ミリメートルということなので、じゃあ A イコール200ミリ引く 82.7 ミリは、200引く 82.7 は、117.3 ということが分かりました。つまり、ここですね。ここが 117.3 で、ここからここが、この先頭からここまでが 117.3 足す 80.2 だから、プラス 80.2、この C の 80.2 ですね、これね。197.5 だと。ということが分かりました。めんどくさいんで198ぐらいのところで切れば、だいぶ余裕を持って失敗しても、なんとかなりそうな感じですね。というわけで、その通りに切ってみようと思います。はい、では実際の木を使ってマーキングしていきたいと思います。まずはここですね、117.3、大体でいいと思うんですけど、117.3、よいしょ、これ117点、どれがどれだ、これが25かな。一応25があるんで、これをマークしてみよう。マークできてるのかな。はい、大体ですね。次が 197.5 です。197.5 197.5 ってどれだ、これか。97.5 だからここですね。はい。結構14度って結構浅いんですね。そうか、そりゃそうか。はい、じゃあ、それが分かったところで、こっちか。まずこれを垂直線を引きますと。折れた。これが、117.25。で、次のこいつですね。こいつが、197.5。一応確認の意味で、見てみましょう。117.25 で、197.5。はい、合ってます。今日はこれを、こっからこうですね。こうカットしてあげる。定規定規。こんな感じかな。はい。こうカット、斜めにカットしてあげれば14度になってるはず。一応これもちゃんと14度かどうか確認してみましょうか。確認した方がいいですよね、失敗する前にね。分度器。はい、分度器ありました。じゃあ、14度をまず作っちゃおう、最初に。14度とは、こんなもんですね。ロック。じゃあ、この書いた線が本当に14度かどうかっていうのを、この角度だから、よいしょ。よいしょ。じゃーん。14度ですね。計算バッチリ。というわけで、このさっきの計算方法で、こんな感じで計算すれば、このどんだけのところを切ればいいのかっていうのが分かるようになりましたと。じゃあ実際にこれを切ってみましょう。さて、ではバンドソーで実際に切っていきたいと思います。切らなきゃいけないラインはここですね。ただこれちょっと薄いんで、こう持って進めると結構グラグラするかなと思うんで、ちょっと大きめな90度のものでこう押さえながら、よいしょ、こんな感じですかね、
こんな感じで押さえながら進めていこうかなと思います。はい、では行きます。ちょっとドキドキです。はっきり言ってフリーハンドなんで、本当はもうちょっと固定するツールかなんか使えばいいのかもしれないんですけど、ここはフリーハンドでいきたいと思います。そんなツールもないし、だいたいまっすぐいければいいかなということで、それではスタート。よいしょ。その前に手を守らなくては、ちょっと手袋します。はい、では行きます。大ショック終わったんですけど、メモリーカードがスペースがなくなって、せっかく動画撮ってたのに途中で終わってた。こんな感じで切れました。でこいつがなんかシート動画みたいになっちゃった。こいつがこんな感じでフリップしてくっつきます。そうするとここで曲がってる、ギターヘッドの出来上がりと。ただここがまだまっすぐじゃない、バンドソーで切っただけなんで、ここがまっすぐじゃないので、こいつをカンナ掛けして平らにして、ここにくっつける作業をします。さてカンナ掛けですけど、僕の場合は、こんな風に長い方に短い方を重ねて、こうすると理論上はこうまっすぐになってるはずなんで、ちょっとだけ出して、ここの先端をですねちょびっとだけ出して、で万力に固定します。しっかり固定。そうするとこの部分がほぼほぼまっすぐになってるはずなんで、まずはこっちをこのカンナですね、このカンナでやっていって、そのうちこっち側にも到達するようになるんで、そうすると同時にカンナ掛けを、したいと思います。その前にあれだ、どこがまっすぐなのかというのをちゃんと印をつけとかないといけないので、まず現状ほぼほぼまっすぐですね。ほぼほぼこのバンドソーで切ったやつがほぼほぼまっすぐなんで、もうちょっと後ろにも引いときましょうか。かな。削っていくうちにこの線がだんだん後退してくるので、この辺まで来るかなと。こっち側からもよし。では削ってみましょう。この辺ちょっとで削れてるとこと削れてないとこがボコボコしてきてますよね。でこの削れてない部分がなくなるまで、フラットにします。だいぶ削れてきましたね。この辺が結構深く削れちゃってるんで、もう少し、削っていかないとダメですね。一応まっすぐになってるかどうかをチェック。今んとこまっすぐですね。
ち側にも、入り始めました。なんかちょっとこっち側の方が削りが浅いなって感覚があるので、ちょっと調整します。ちょっとこっちの方が刃が出てるかな。よいしょ。これで同じぐらいになりましたね。若干こっちの方が削れてない感じなんで、こう傾いてるのかな。なのでこっちをもう少し多めに削りたいと思います。さっき多分刃が途中でずれちゃってたんでこうなっちゃったのかな。大したことないですね。刃が出てない。よいしょ。OK。だいぶいい感じになりました。ここまで来たら、まあこの辺あともうちょっとだけ残ってるっちゃ残ってるんですけど、よいしょ。見えるかな、見えないかな。まあここまで来たらあとはヤスリで、必殺ヤスリでやっちゃいます。まっすぐな鉄の棒にヤスリを貼り付けてます。でこれでヤスリだけします。まあ、大体まっすぐな感じですかね。若干この辺凸凹があったみたいですけど、はい、こんなもんで OK だと思います。よいしょ。これがこうなるわけですが、バッチリですね。大丈夫ですね。というわけで次にここの面を接着します。今日接着までやっちゃおうかなと思ったんですけど、エピソード2もだいぶちょっと長くなってしまったんで、いっぺんこの辺で切りたいと思います。接着から先はまた、エピソード3で続きをやりたいと思います。ちなみにこれさっきカンナ掛けした面ですね。ちなみにもともとこれこうやってくっつけるとここが20センチになるように計算して作ったじゃないですか。で実際どうなったかっていうのを測ってみたいと思います。これを測ってエピソード2は終わりにしましょう。
ここがまっすぐポイントね。じゃあこれでたったー、うおー、18.5 センチ、185ミリ、危なもともと18センチにしたかったのを余裕を持って20センチにしたんですよね。で、まあ19センチぐらいにはなってるかなと思ったらもうちょっといってましたね。185ミリ、危ない危ない。やっぱり、カンナ掛けは素人にはなかなか難しいですね。とはいえ一応ちゃんとまっすぐにできたんで、よかったよかったと。でどっちにしろ今これまだ20センチじゃなごめん、2センチか20ミリあるんですけど、これを、もうちょっと薄くしないといけないんですね。その辺は後で話をしましょうか。どうせ薄くするんで、こっちの方にもうちょっと伸びるから最終的にはもうちょっと長くなるかなと。最終的には多分19センチぐらいになりそうな気はしますけど、やっぱり素人がこういう仕事をするときには余裕をちゃんと持って、やった方がいいですねという、ことが証明された、感じです。ですね、あともう一点、さっきこんな風に重ねてカンナ掛けしたじゃないですか。でこっちが終わった後もこっちも一生懸命やっちゃったんですけど、よくよく考えたらこれ裏返してこうじゃねえや、こうか、こうやってくっつけて、ここがクッて曲がってこっちが表側のヘッドの表側ですけど、よくよく考えたらこれさらにここを削って平らにするんですよ。だからさっき一生懸命こっちやんなくても全然良かったですね。なのでこう重ねた時にこっちだけ手前側だけちゃんと平らにすれば良かったという話でした。次作る時に、ちゃんと覚えておきたいと思います。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。続きはまたエピソード3で、ご視聴ありがとうございました。それではまた。